あれ、親父？珍しい場所で父親を見つけて驚く。一瞬人違いかと思ったけれど、そうではなかった。おお、小さく俺に手を挙げる親父。どうしたの？するとそこへ上司が入ってきて言った。今日からここで働いてくれる新しいスタッフです。俺は驚いて息を飲む。そんな、だってここは親父にとって子会社の小さな営業所だぞ。そんな人事、実質左遷じゃないか。あんぐりと口を開けている俺に、上司はニヤニヤ笑いながら言った。無能一家。あ、次はお母さんが来るのかな。もう町の小さなお店屋さんだな、そうなったら。町の小さなお店屋さんって、とムッとするも、親父のことが本当に心配だった。大丈夫なのだろうか。一体なぜこんなことが起きているのだろうか。俺は現実味なく席に着く親父を眺めていたのだった。何この書類。これじゃあ使えないですよ。何年やってらっしゃるんですか？こんなこともわからないで。上司の当たりはきつく、俺は親父を見ていて不憫になってしまっていた。あのあと連絡を取ったけれど、親父は曖昧に言葉を濁すばかり。俺は本当に心配になっていた。こんな左遷なんて普通ではありえない。きっと何か大きな失敗をしてしまったに違いない。そう思うと突っ込んで話を聞くわけにもいかず、けれどやっぱり放っておくこともできなくて、俺は本社勤務の同期に連絡を取った。けれどやっぱり分かったことは、急な人事だったことと、なぜ親会社の専務だった親父がこんな風に配置されたのかはさっぱり分からないということだけだった。何も言ってくれない親父に俺は戸惑う。確かに俺はものすごく出来のいい息子ではなかった。けれどそんなに信用されていなかったのだろうかと。少し悲しくて落ち込む。上司の意地の悪い物言いが今日も胸に痛かった。俺が子供の頃、親父は偉大だった。企業戦士として働いて、休みの日はいろんな場所に連れて行ってくれた。勉強が苦手だった俺に晩酌しながら勉強を教えてくれて、父さんもちょっと酔っ払ってるからあんまり難しいことは教えられないぞ。と、それでも隣で勉強することを許してくれた。俺はそんな親父が大好きで、口に出すことはなかったけれど、いつも誇りに思っていた。進路で悩んだ時も、今すべてを決めることはない。そのうちやりたいことが見つかるまで、できそうなことをやってみなさい。人生死ぬまで勉強だぞ。と言ってくれて、結局俺は今の仕事を選んだのだった。就職して今の営業所に移動することが決まった。工場の近くの営業所で現場を見つつ仕事ができるところだ。貴重な経験になると思う。そう言ってくれた当時の上司の言葉に俺はうなずいた。不安な時は親父の死ぬまで勉強だぞという言葉を思い出して、知らないことを知る機会をもらったと考えるようにしていた。営業所に来て1年ほどした頃だろうか、転勤で今の上司が来た。彼が来てから営業所は雰囲気が少し悪くなったように思う。多分田舎自体があまり好きではないみたいで、不本意さや不機嫌さをまき散らすのだ。工場長とも軋轢があって、とにかく小さな事故やミスに突っかかってくる。もちろん再発防止に努めることは必要だけれど、ミスした人への叱責がひどく、工場の職員が何人も辞めてしまった。まるで自分は一度もミスをしたことがないように人を見下して無能扱いする。
しかも人の荒探しをするのが大好きというおまけつきだ。そりゃあ空気も悪くなるよなぁと、同僚との飲み会ではつい彼に対する批判が出てきてしまいがちだった。そんなところに左遷されてきたのが親父だったのだ。親父が痛めつけられている姿を見るのは本当に苦しかった。尊敬していたし大好きな父親、それが目の前で無能扱いされるのだ。訳を聞こうにも親父はだんまりを決め込んでいるし、母親に連絡してもよく分かっていないようで、急に執行する話になったそうなのよ、と弱々しい声で言われてしまった。社長と仲のいい親父に対して周囲からのやっかみは昔からあったようだった。もしかしてそのせいだろうか、なんて俺も勘ぐったりしたけれど、親父が何も言わないのに変に気負っても仕方ないと、最後は考えるのをやめてしまった。今の俺が何かすることはできない。それでも親父が頼ってきたら全力で力になろうと思った。俺が昔親父にしてもらったように。その日も上司は嫌味だった。またこんなに時間かけたんですか？もっと効率のいいやり方を考えてくれないと。と親父にネチネチ言っている。すみません。と静かに受け止める親父に、俺の胸はまた少し痛んだ。こんな日々がずっと続くと思うと気が重くなってしまう。けれどその日は違った。親父が、今日で最後ですからお許しを、と続けたのだ。一瞬誰も親父の言っていることを理解できなかった。一番反応が早かったのは上司だった。最後？ああ、もしかして今日で辞めるんですか？俺は目を見開く。今までも彼の意地の悪い物言いに、もう耐えられない。いや、それなら今日限りで辞めさせていただきます。と言って会社を去った人は多くいた。けれどまさか親父がそんな風になるなんて、と思っていると、外でたくさんの車が止まる音がする。なんだと思って見てみると、外に高級車が止まり出していた。やあ、とニコニコ顔で営業所に来たのは親会社の社長だった。え、なんで？上司は唖然としている。状況をあまりうまく飲み込めていないようだった。けれど次のやりとりを聞いて、上司は青ざめる。なんだよ、言ってないのか？無茶言わないでくださいよ。急だったし、人事も急に舵を切らされて、てんてこまいだったんですから。だからわざわざ息子さんのいる事業所に行ってもらったのに、息子にまで口止めするのこそ親として申し訳ないでしょ。そんなんで大丈夫か、社長。社長？水を打ったように静かになる室内。社長が親父のことを社長と呼んだ？しれっと言っちゃうんだから。親父はやれやれと呆れた顔をしてため息をつく。数台止まった高級車から専務や常務、副社長などが出てきて、やあお疲れ、などと言っている。新体制の人事発表は終わったかい？と副社長が言って営業所は混乱を極めた。親父は、説明するからちょっと待ってください。と役員たちを押し込めて、俺たちに説明してくれた。今の社長がもう引退を決めたこと。それに伴って、なんと親父が社長になることが決まったというのだ。あっけに取られるみんな。もちろん俺もその一人だった。重要な役員人事だったから、今の今まで伏せていたそうだ。言ってよ。心配し続けた日々を返してほしい。もう一つ、子会社は
親会社に吸収されることになったそうだ。だから工場のあるこの営業所に親父が下調べとして出向してきたとのことだった。やっと今回のことが理解できて、俺は胸をなで下ろした。役員たちに拍手されて、まあ精一杯やります、と笑っている親父。俺はそんな親父を見て、やっぱり親父はすごいなぁと久しぶりに思ったのだった。あ、胸をなで下ろしている俺の横で青ざめている人がいた。俺の上司だった。完全に見下してバカにしていた親父が今目の前で大出世したのだ。多分上司はうちの親父は左遷されてそのまま自分から辞めると言い出すのを待つ状況だと思っていたのだろう。俺だってついさっきまでそう思っていたのだから無理もない。けれどその思惑は大きく外れた。つまり今の彼は次期社長にひたすら非礼を働き続けた部下ということになるわけだ。それでも志半ばで彼の嫌がらせで辞めていった人たちを俺はたくさん知っているから正直いい気味だと思った。これを機にこの営業所がいい方向に向かったらいい。俺はみんなに就任を祝われて照れくさそうにしている親父に拍手を送りつつそんな風に思っていた。あのあと母親から電話があって「あんた知ってた？」と聞かれる。親父の秘密主義っぷりに俺たちもだいぶ振り回されたねと苦笑すると「本当だよ」と母はプリプリ怒っていた。どうやら母さんもやっぱり首を心配していたらしく家を売ったらいくらになるかなどの見積もりまで取っていたらしい。本当に母さんにくらい言っておけばいいのに親父めと思う。それでも母さんが「あ、でもお母さん今社長夫人ってやつなのよ。人生何があるかわからないものよね。あ、あれかしら。笑うときはおほほほほって言った方がいいのかしら。」などと楽しそうだったので、それはそれでいいだろう。今の悩みはパート先で夫が社長になってしまったと周りの人に言えないことらしい。こんな悩みを持つ日が来るとはね。と真剣に悩んでいる母になんだか俺も気が抜けてしまった。親父が母さんを選んだ理由がなんとなく分かった気がする。この人は何でも楽しんで生きるのが本当にうまい。親父が営業所を去る前日に一緒に飲んだ。よくやってるみたいだな、と嬉しそうにする親父に、いつも上司に無能と言われていたことを思い出して押し黙る。無能なんかじゃないよ。親父はそう言って俺に笑いかけた。親父が来た時に工場のスタッフも営業所のみんなも俺のことを褒めてくれていたらしい。いつも親身になってくれて、困ってないか無理しすぎてしまってないかを聞いてくれるって、安心して相談できる人がいてくれるから本当にありがたいって言われてたぞ。そんな風に思ってもらえているとは思っていなくて、俺はびっくりした。俺はただ親父が言ってくれた通りに人生は勉強だと思って、周りの人をどうやったら助けられるようになるか、困っているなら力になりたいと思って話しかけていただけだった。いやー、酔っ払ってるから言っちゃうけどさ、本当に嬉しかったよ。とちょっと赤い顔で言われて、俺まで照れくさくなってしまう。父さんが教えてくれた通りに生きてるだけだよ。と返すと、そうか。と嬉しそうにされた。母さんがいたらきっと気持ち悪いと言っただろう。それでも嬉しかった。親父はやっぱり俺の大好きな偉大な父親だった。親父の社長就任とともに
上司はいなくなった。これまでの営業所及び工場職員へのほとんどパワハラのような行いが明るみに出て、きちんと監視の目がある場所で働かせないといけないという結論になったようだ。今まで地方営業所で傍若無人に振る舞っていただけに、今は小鹿のように震えながら仕事をしているそうだ。親父は彼の一件を鑑みて、少し営業所の在り方を見直すようにすると決めたそうだ。あんな振る舞いが横行している営業所が放置されてしまっていては、真摯に頑張ってくれているスタッフが辞めてしまって会社がダメになってしまう。営業所勤務は本当にいろいろな学びがあったと決意を新たにしているらしい。俺のいる営業所や工場には彼が原因で辞めてしまった人たちが少し戻ってきた。勝手を知っている人たちがまた仕事に精を出してくれるので、営業成績も伸びて成果は上々だ。人事もパワハラ対策強化に乗り出したから、きっと会社は良くなっていくだろう。彼の異動に伴って、俺が営業所の所長を引き継いだ。引き継ぎの時に、今までごめんと言われて、ごめんで済めば警察はいらないです、と言ってしまった俺は、まだまだ子供なのだろう。今後は会社でも部下を持つにあたってのマネジメントなどの指導もするようになるようだし、彼も懲りて次はいい上司になってくれると期待しようと思う。人生死ぬまで勉強。親父の言葉はいつも俺の支えだ。辛いこともいいことも学びとして、いつかそれを誰かの役に立てる力にする。そう生きる日々はとても幸せだ。親父のところに生まれてこれて、俺は幸運だった。年末には親父の好きな日本酒を買って実家に帰ろう。田舎の山々は青く鮮やかで、けれどそこにどっしりと構えていた。